マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。ドラゴンスレイヤーはやります。どいどい。おや、ゲームが始まりませんが。子供の頃になぜか憧れたこのゲーム、理由はわからんが PC ゲームな感じと高級感漂うタイトルと BGM なんか知らんが最高である。言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい憧れだ。木こりの大勢一家の団らんからスタート。こんなところに王子様ラークの肖像が。その昔ドラゴンを封印したウィザードです。はじめは安全に。モンスターに対して無敵のポチからスタートです。ここにも仲間にモンスターが。吸収の方はありませんよ。倉庫から3つ装備品を選んでスタートや。アイテム化の数字が、白いと装備可能、紫は装備不可能です。アイテムゼロなんでポチに拾ってきてもらうん。ポチがアイテム加えて帰ってきます。スタートボタンでアイテム確認できるんやな。できます。セレクトボタンで装備アイテムのどれを使うか選択。案外複雑な操作が必要です。ショップの看板が見える。ダンジョン内にもお店はたくさんあるので、いろいろ探してみましょう。ポチは火の玉を吐いて攻撃だそうです。鍵を落としました。もろとこ。こちらにストックされます。赤のゲージが10の位、青のゲージが1の位を表しています。毒薬が出ました。5ダメージです。取るしかね一定時間待つと消えるので、待つのもけです。せっかちなもんで。チャンプレンだ。やめなさい。宝箱です。先ほど入手した鍵を使って開けます。家族にシーフはおらん。鍵はできるだけ集めておきましょう。宝箱に触ると開きます。マジックポーションですね。回復したで。宝箱に入ったマジックポーションは、マジックが99になるまで回復。もったいないことした。練習みたいなもんですよ。ポチが着地失敗してダメージを受けています。ジャンプ力を上回る高い場所から落ちると、ライフが1減ります。ご注意を。さすがのモンスターでも完全無敵やなかったか。敵モンスターからダメージを受けないですが、その他のダメージはしっかり受けます。なんか大体分かった気がするで。いろいろ巡って、アイテムを取りに来ました。ここには父ちゃん専用のアイテムがあるとの噂。グローブ見つけたで。ゲットです。ほな一旦戻ろか。目的の一つである、クラウンを探しに行きましょう。ということで戻りました。この先に王子様が封印したドラゴンがおるんやな。そうです。そしてこのダンジョンの中心地でもあります。ドラゴンの壁画のある部屋には4つの分岐があり、それぞれ分岐の先にはクラウンが隠されています。クラウンをすべて集めることで、ドラゴンスレイヤーを入手する道が開かれます。まずは4つのクラウンを集めましょう。なるほど了解じゃ。ここがそれぞれ分岐です。左側にも同じ作りで、上下に道が分かれています。完全に理解した。音楽が変わったで。4つの分岐に入ると、そのステージ専用 BGM に変わります。なんかめっちゃやる気になる音楽やな。奮い立たせてくれるような、聴いていたくなる BGM です。でもすみません、かいつまませてもらいます。音楽はめっちゃ聞きたいけど、あっちこっち迷いまくっているマーさんのプレイを視聴者さんに見せ続けるわけにもいきません。軽いけんな。ここでポチがアイテムを拾います。パワーナックル。装備数と MP 消費が2倍で攻撃力4倍になります。ポチは装備できひんか。残念ながら。ここからも迷いながら先に進みます。ポチはモンスターからのダメージ受けんけん、気楽に練習できるな。鍵やお金も集まりますしね。今気づいたけど、これはコードに組まれたチュートリアルなんちゃうん？おそらく、昨今のゲームのように、場面を切り分けて練習してください。ですと、面倒さばかりが目立ちますが、ゲームの中に自然と組み込まれていると、違和感なく遊んで仕組みがわかるな。こりゃすごい。マーさんの個人の感想でした。いろいろ見た結果、ここが怪しい。てっぺんを頭突きしてみましょう。道あったで。ちょっとビビって固まってる。このブロックですが、ドアみたいな形しとんな。その通り、このブロックはドアを開けるように鍵で開けて進みます。鍵が3つに減ったで。宝箱だけではなく、ドアブロックを開けるためにも鍵は必要です。できるだけたくさん集めておきましょう。ほなまた進むで。このまま進んで、クラウンは見つかるのでしょうか？とにかく進まざるを得ない。あの宝箱取るで。周囲の壁を総当たりで調べていくしかないですね。壁体当たりしまくりじゃ。この辺りも十字キーを左右にグリグリ。まだめぼしいルートが見当たりません。上の道、それっぽくない？それっぽいです。行ってみましょう。やった。クラウンネットの瞬間に、ボス戦に突入です。急展開。てかクラウン取ったん初めてやで。ポチでうろうろしまくったあの頃。いや、ボス戦ですから、倒してください。ボスです。ボスは、タラチです。さすがのポチでも、ボスの攻撃はダメージ通ります。ゴムクロータで。終わったん。そのようで、
いやレトフィの連打機能使ったけどボスの体力100があっさりなくなりましたね。あっさりすぎやろ。所詮ですしいいんじゃないですか。たっぷりのお宝を加えてポチが帰ってきました。大勢一家のペット優秀すぎるやん。敵から被弾しないのもここまでですよ。次は誰やろか。ポチが加えてきた軍手を使える。父ちゃんの出番やで。軍手ではなくグローブですね。ポチが拾ってきてくれたので装備が増えました。グローブは絶対いる。いりますね。あとはテレポ用にクリスタル持っておきましょう。一応回復でエリクサー。パワーナックルと悩みます。ダンジョンエゴ壁画のあるフロアまではどのキャラクターも同じルートを通ります。ドラゴンの壁画のあるフロアまで来ました。点滅見えへん。初めてなもんでグローブの使い方がいまいちわからん。ぎこちないですね。ボタンをしっぱで使うんよな。そのはず。岩が動かん。動いた。まだ分かってない。とりあえず進みましょうか。おいおいじゃな。さっきのところから2画面上に来て宝箱を開けに向かうところや。中身は母ちゃんのロットやった。メイヤがこのロットを装備して使うと MT1 消費で特定の岩を弾き飛ばせます。次行くで。 BGM が変わった。父ちゃんステージに突入したみたいやな。まだ全然慣れてない軍手をグローブよーけ使うパズル的なステージや。来たで。これは倉庫版か。はたまたフラッピーか。ソロモンの鍵ではなさそう。ペンゴの可能性も。迷宮島も捨てがたい。この岩動くぞ。動くんでいろいろ押してみて慣れてください。こうやろか。いろいろやってみましょう。未だに法則が全然わからん。基本的には左右に押せます。左右に押せるというのは真横からだけではなく岩の上に着地するときも下から突き上げるときも左右に動かせます。着地突き上げるときも何を言われているのかさっぱりや。普通の突き上げ。へい。次は下から右に動かす。動いた。マジか。これと同じことを着地した時もできます。倉庫版やフラッピーとは一味違う。あとは斜め移動なんてのもできますが今はいいでしょう。いろいろ疲弊したんで休むわ。一泊してきた。では岩の武器の基本の続きですが、へい。岩の上に乗ると下に押せます。へい。岩の下からは上に突き上げることができます。突き上げはさっきやったやつよね。そうです。それら上下左右に動かして先に進みましょう。いろいろやってみとるで。実際に自分でやってみないと理解できませんから。正味の話納得感は全然ないけどなんかそれなりに動かせるようになった気はする。そろそろ進みましょうか。ついに免許改伝。上の岩を下に動かしたい。真下には動かせませんが斜め下に動かす。芝にして右に行けますね。この岩を右に動かしたいんやけど。動かせますよ。ほんまどうやって。下から突き上げで右に動かします。こうか。そうです。そこからどうしますか。左側一定は動かす。こいつも斜め下に動かして。そいや。階段ができましたね。この手前の岩は左に動かしたい。下から突き上げで左に動かしましょう。ジャンプする隙間はないですが A ボタンを押したまま左です。こうかな。そうです。一旦使用アイテムを変えて不用意に岩を動かさないようにするためです。空中でグローブセット。せや動かした。上の道が開きましたね。ボスを倒したような疲労感があるんじゃが。グローブ使用のチュートリアルクリアおめでとう。ここから先はチュートリアルと同レベルの試練がまだまだ待ち受けています。楽しみですね。ちょっと進むだけで悩んでしまう。こんなステージがてんこ盛り。やりがい満載です。先ほどの2分程度のグローブ初体験のやり取り苦悩と改善がギュッと詰まってなかなか良かったです。20時間。はまさか。先ほどのやり取り編集に使った時間20時間。ありがとうございます。ランタリキが良いと思ったんですよ。褒めてません。早く動画作ろうって約束したじゃないですか。作りとなったら止まらんよね。巻きでいきますよ。この辺気になる経営ボタンねんだ。聞いてる？おなんか見つけた隠し通路。宝箱開けよ宝箱にミミックが重なっているみたい。う。ややこしいわ。ガワードブーツを手に入れました。ガワードブーツ装備中は敵を踏み潰して倒すことができます。スーパーマリオスタイル。マリオ好きね。 MP 消費もないけんめっちゃ使えるアイテムやとマーさんは愛用します。妹のリルルが特に使いやすいですよね。ルイージポジションのそうなの。ジャンプ力高くて弟。リルルは妹。その上マイキーからジャンプシューズも借りてこれる。そんな設定はないです。鬼に金棒とはまさにこのことよ。ジャンプ力好きだもんね。我々のジャンプ力トークの間ゼムンがちょっとした小手調べパズルを解いたので先に進むようです。やっと次の展開。
ロケハンしてきた。ご苦労様です。まずは右の壁を越えるためにここの岩を右に運ぶんや。先は剣山ですね。左の岩でタオパイパイするか。岩の上に乗って岩を右に動かすんですね。そうそう、これは大体マスターしたで。ヤフマスターとは復帰できずに剣山の上で踊ってる。ダメージの点滅値が消えるので何やってるのかわからなかったです。悲しすぎるしよ。高級キャプチャーボード買ったら解決するんやろか。知りません。視聴者さんで詳しい方はコメント欄で教えてください。パソコンわからん。次の関門で悩んどる。悩んでも進まないのでとりあえず動かしまくりますか。階段降りたら岩の位置戻るし気軽に調整してみるわ。左に動かし上に突き上げた。上の岩が2つつながったので動かせませんね。失敗。階段降りてやり直すで。岩の位置は元通りに。ここの列の岩は全部左動かしたらええんか。先に進めました。ほんでこの列も左に。いいですね。どんどん進みましょう。岩がないところは気楽に進めるな。ジェムステージは難しいとの噂です。ご利用し脳筋アクションパワーが使えん。ここもタオパイパイするか。そうですね。岩に乗って足場を動かしながら進みましょう。岩が邪魔やけん一旦下に移動。上の岩を左に動かして入り口を作りましょう。よっしゃいけた。よし。けどどうしました？よう見たら生きる森や。多分右下の地面穴開けて進めますよ。知っているのかライデン。知らない。ほんまや。カルコムさんはそんなに意地悪じゃないです。多分。あんま知らんけんね。ドラゴンスレイヤー1はゲームボーイ版の一面クリアしました。カザナドンはあれハドソンですよ。ザナドンのファミコン移植。もうこの話はやめましょう。もう父ちゃん限界やけん一泊するわ。一泊10円です。休憩してください。染み込んできやがる。体にありがて。キンキンに冷えてやがる。装備変えますか？ほうやな。エリクシャーやめてテレポストーンに。改版用語でアイテム読むのやめい。しばらく岩押しのフラッピーないけど。さすがのゼノンも落とし穴だらけの地形に疲れ果てている様子。また落とし穴。久しぶりのフラッピー。岩を押して進みましょう。ブルーストーンちゃうし岩壊してもええんちゃうん。岩を壊せるのは妹のリリルですね。ジェムンステージにリリルのマトップが隠されています。持って帰ってあげればリリルで岩を壊せるようになります。ショップにマトック売っとるで。先に進むと宝箱にもあるのでここは節約しておきましょう。緑のパン。体力全回復。ここからしばらくはグローブを使って先に進みます。本気で進む前に適当に色々触って試しとくわ。そうですね。初見で一気に進めるほど甘くはないのでたくさんトライアンドエラーして詰めておきましょう。やるで。仕上がりましたか？完全に理解した。まだ途中までしか行けてないのに。この下の岩を押して足場にする。なるほど。一旦端っこまで動かして。そこからどうする？下から突き上げる。そう。スーパーマリオのように。マリオは壊すだけですよ。これで右に進むための足場ができた。できましたね。上段に登れん。細かい操作ミス連発。早送りで解決。この上の岩を右に動かして左から曲がり込んで岩を使ってタオパイパイする。猫耳を無慈悲に退治。猫耳の鍵をいただく。まだ操作は完全に体に馴染んでない様子。割れてもとか。A ボタン押しっぱなしでした。うりゃ。ここからタオパイパイで右に。突然の早送りです。マーさんがまだまだ全然グローブの使い方に慣れていないので普通に眺めとったら全く進まへんの。少しは慣れてきましたか？まだおぼつかへん。宿屋で休もう。休憩多くないです。頭使うたら疲れるんよ。休憩から復帰。さらに加速する早送り。まだまだ免許改伝には早かったのよ。ちょっとずつ前には進めとるけど早送りなしで実況するんはまだ耐えられへん感じや。結構頑張ってたんですけどね。厳しい世界やで。先ほどの赤い部屋ものんびりとクリア。また新規の部屋や。何もかもわからないので事前の下見やな。いろいろ触ってみてください。任すとき。よっしゃ進むで。ライフがものすごく減っていますが高いところでグローブ使っとって何べんも落ちた。ご苦労様です。宿屋見つけたら休みましょう。はよ進みたいわ。また落ちてる。この岩を足場に使って左に進むわ。一旦グローブ外して不用意に岩を動かさないようにするためです。足元の岩を一段下に下ろしてタオパイパイして左に進む。落ちた。間違うた。まだ細かいところでグローブ慣れませんね。できるだけ慎重にやっとるんじゃが。あらら。結構ミスるん。視聴者の皆さん安心してください。次は必ず到達できます。まるで見てきたかのような言動。できたでしょう。
先を見通す力。先を見通すついでに、まーさんはここでも長考入ります。父ちゃんステージは難しいの。一つ一つ動かして階段を下りましょう。ここ、行き止まりや。思い切って岩を押してみるの負けです。押せたで。壁を壊せて進めるなど日常茶飯事。宿屋や。助かりましたね。何はなくとも一泊休む。全回復しました。ショップも見るか。母ちゃん装備やな。左のロッドはすでに持っています。右のキーステッキもそのうち手に入れる予定。ジャンプしたらマトックを手に入れていた。イルー専用アイテムで岩を壊せます。後ほど使いましょう。次のグローブ使うところまで普通にアクションゲーで進みます。束の間の休憩。これまたすごいところに出てきたで。動かせる岩の上に着地して左右に岩をどけながら下に進みます。失敗したと思ったら階段を降りれば岩の位置は元に戻りますので臆せずチャレンジしてみてください。やってみるのよ。動くぞ。動きますよ。ほんとまだ慣れてないですね。完全初見なもんで。とにかく A ボタンを押しっぱなしで岩に着地してください。おお。そのような感じです。ずっと押しっぱなしにすると自動で全部動いて一番下まで移動できますよ。十字キーは押さんでいける？押したい方向があるなら押しておけばそちらに動かせます。ようやく1列動かせましたね。一旦スクロールして岩の位置をリセットや。あとは同じことを繰り返せば OK です。 OK。 A ボタン押しっぱなしで岩を連続で動かせる。言った通りでしょう。言うた通りやった。ここはその繰り返しでクリアできるので次に行きましょう。行くわ。この部屋はグローブ使わないのでささっと進みましょう。最後は死体の穴が隠されとった。ここは簡単。軽くタをパイパイして左に進むわ。もう手順は慣れましたか？だいぶミスせんようになった。いいですね。一旦左まで行って左進みます。突き当たりで下段を折り返して進む。すると次の部屋へ移動できます。ここも岩に乗って移動するんやけど、そうだと気づくまでに時間がかかりましたね。いろいろ岩を動かしてみたり、行けそうな場所に足を踏み入れてみたり、やっとこそ気づいて岩に乗り、疲れ果てて宿屋に泊まる。全回復。ゴールのクラウンまであと一息ですよ。頑張るわ。はしごを一気に登りましょう。へい。壊せるブロックがあるので当たっていきましょう。いっぱい壊した。下落ちたで。こういうこともあるので気をつけて進みましょう。気ぃつけてなんとかなるもんなん。この先は先ほど落とし穴だったので別の道があると。さらに上かいな。壊せましたね。道がありそうやな。念のためジャンプボタンを連打しながら進む。ジャンプしながら歩き使える？通用しなかった。あ一度目は落ちるのも仕方ないですよ。また落ちた。というわけで戻ってまいりました。もう落ちるんは嫌じゃ。絶対そこ落とし穴やし。多分そうですね。ジャンプで越えましょう。そうや。針のダメージ。ここは落ちるとなかなか復帰できないやつですので落ちないように慎重に進みましょう。了解したのよ。行くで行くで。落ちた。うちの身長なんてこんなもんよ。針の上でダンスしてる。ジャンプ狙っとるん。ジャック成功。脱出成功。右の上部を安全に進みましょう。うちには一度見た技は二度と通用しない。ツイント。この穴に落ちますよ。了解。あの宝箱を取ります。前までの内跡、どうやってたどり着いたらええんか、皆目見当がつかんかったやろ。しかし、今はグローブを完全に理解している。宝箱までの道筋も手に取るようにわかる。小休止？ビビったの？スタートとセレクト、待ちボタン。一旦装備を外して、安全に岩の上にジャンプ。ここでちょっと長考。手に取るようにわかる。とは？よっしゃ、いったれ。出たとこ勝負。敵に引っかかったで。チャンスや。すごい偶然のラッキーで取れたように見えるんですが、これはいかに？いろいろやろうとしたけどたまたま敵に引っかかった。素直でよろしい。それでは2体目のボスです。ボス対策でパワーナックル装備してきたで。いつの間に。ボスです。ボスの名は、エレゴン。ちゃんと装備するやで。攻撃力4倍。気負った。ご利用しでいきましょう。真正面でな。死を止めての殴り合い。余裕でした。ゼムン、攻撃力強すぎでした。さすがはモーリア。ちなみに土地も同じ攻撃力。さすがはモンスター。父ちゃん、持ってきたで。お土産いっぱい持って帰ってきました。折り爪を人差し指と親指でつまんで帰宅中。中身はお寿司かな。父ちゃん、マトック持って帰ったで。というわけで、マトックを唯一装備できる理由の出番です。マ
マトックとパワードブーツは確定。あとはジャンプシューズが欲しいけどまだマイキーから借りてない。そんな設定はないです。ジャンプシューズといえばグーニーズ2。後で手に入れます。グニーズ2は一切関与しておりません。いくで。圧倒的なジャンプ力。子供の頃はこのジャンプ力を使ってダンジョンを探索したものです。ぐるぐる巡るしかできんかったけどな。いつものところ。まずはドラゴンの壁画がある回廊に行きます。敵が到着。さすがのリュウルもこの高さはダメージ。父ちゃんに買ってもらったマトック装備。父ちゃん拾ってきたんですよ。そう言われると一気にヤバい雰囲気に。いい拾い物で経済的。物はいいよ。階段下ってアイテム探しに行きます。ダメージ1。大勢一家落下耐性すごすぎ。色々を巡ってここが怪しいとの情報をキャッチ。マトックで岩を破壊。宿屋が隠れていましたが、さらに看板を触るとショップに変化。誰かが盗んだと噂のシールドを販売中。まさか店主が盗んだん？わからないですが、後ほど買いに戻りましょう。ここは母ちゃんステージやけど、先にリルルで母ちゃん装備を回収しに行く。そういえば音楽がメイヤーステージの曲になっていますね。この先に母ちゃん専用装備、キーステッキがあるんやけど、取りに行けるのはリルルだけという。この複雑さよ。この場所には後ほどメイヤーでも来ますが、キーステッキが隠されている場所にたどり着くには、マトックが必要なんですよね。宝箱かと思いきやミミック。ほんで、あの辺に隠し通路があるんよ。ジャンプして抜けましょう。ここはさっき父ちゃんで通ったところ。マトックで岩を壊し、宝箱を開ける。キーステッキゲット。無事、メイヤー専用装備を取得できました。帰るわ。ひとまずドラゴンの壁画まで戻りましょう。モンテキとはここに来てようやくパワードブーツの存在を思い出す。MP 消費なく、踏みつぶせば、硬い敵も一撃でほふれる優れもの。あんだけスーパーマリオリスペクトしているとったのに、マーさんの脳はやばい。せっかくリリルの出番が回ってきたのに、完璧に忘れ去られるパワードブーツ。あれ？リリルステージは進んでいる途中で、お金が貯まっちゃったんですよ。カンスとしたらもったいないもんな。シールド購入。盾作りの名人、ベラントが作ったと言われる盾。中ボスの弾を無効化できます。高かったけど、買わざるを得ない。この先ジャンプシューズも買いますしね。ちゅうわけで、モンテキタで。本腰を入れてリリルステージに突入です。テンション上がる音楽。ワコードの女子の曲じゃ、そりゃ盛り上げもするじゃろう。パワードブーツもしっかり装備。持ち前のジャンプ力を生かして、MP 消費なしで敵を駆逐する。こんなところにもいた。兄より優れた妹など存在する。ルイージを無料化するジャンプ力、存分に発揮してもらおうぞ。無慈悲に始まる早送り。そうあたりでこの辺を調べ中じゃ。どうやら母ちゃん装備がこのリリルステージに眠っとるらしい。最重要メイヤ専用装備のウィングですね。メイヤが魔力を使って浮遊できます。ウィングを使わないといけない場所はたくさんあり、必ず必要な装備です。気になる宝箱。ファイアロッドです。かつて魔法使いたちがよく使っていたという杖。MP 消費量2倍で弾の射程が2倍になります。残念ながら今回は出番はありません。使わんのじゃ。我々は母ちゃん装備の謎を解き明かすべくダンジョンの奥地へと向かった。奥地はトゲだらけであった。妹はパワードブーツを脱ぎ、敵の頭に乗って進むことにした。トゲの上ですとまともにジャンプできないのです。感じで敵が来てくれ。待ちましょう。ここや。失敗。だがしかしトゲは偽物であった。ウィングです。ウィングゲット。目的の一つを達成です。ここのトゲ全部偽物やった。ビビらされました。次はクラウン目指して探索やな。その前にジャンプシューズを見つけないといけません。マイキーに譲ってもらいたい。またそんなことを。あんなところにドラゴンスレイヤーが。後でロイヤス兄さんに取ってもらいましょう。リルルはジャンプシューズを探す。こんなにジャンプ力高いのにジャンプシューズ履いたらどうなってしまうんやろ。グーニーズ2も真っ青のジャンプ力です。ただ皆さんグーニーズは1の印象が強くて2はあまり知らない人も多いそうです。我がのんびり実況ではグーニーズ2大好きなので当然のように全クリ動画をアップしております。気になる方はどうぞご覧ください。全面ピンクゾーンに到着。アイテム探索も終盤か。扉が見えたで。看板にショップの文字が浮かび上がる。ジャンプシューズ80円か。ギリギリ足りてました。ほとんど全財産や。さっきシールド買いましたしね。ギギギカーしかね購入。早速使いたいところですが宿屋泊まるまで装備変えられへん。ウキラゴーグを持っていてもお装備してないと効果がありません。早速装備するかい。一言は欲しい。装備変更のため一泊となりました。
一旦全装備を外しとく。まずはマトック。父ちゃんが拾ってきたマトック。さっき買ったジャンプシューズにお小遣いで買った。パワードブーツ。父ちゃんが拾ってきたパワードブーツ。準備は整った。ジャンプシューズ装備でリリルステージではいけないところはない。岩の塊地帯もマトックあれば何のその。リリルのジャンプ力が遺憾なく発揮されています。岩砕いて足場にして上に登る。兄ではこうはいくまいて。また兄より優れた妹が出てしまったか。マトック使い終わったけんパワードブーツに履き替える。拾ってきてくれた父ちゃんありがとう。マトックないと進めんかった。前方不注意でした。ここからクラウン目指して探索しまくるで。探索シーンは早送りでお届け中。めちゃくちゃ探しまくったけん何時間紹介しても終わらんけんな。ここでジャンプシューズのジャンプ力をお披露目。さすがのリリルのジャンプ力でも上までは届かんけど、ジャンプシューズが強すぎて自分のジャンプ力で足をくじくリリル。ジャンプで上段に到達。ルイージも真っ青。貸したマイキーも後悔のジャンプ力。借りてません。こっから上行くにはやはりジャンプシューズを装備しないと。この高さ届くかな。届きますよ。ほらやってみて。一発でいけたわ。なんか引いてしまうぐらいのインパクト抜群なジャンプ力。こうしてリリル探検隊はさらなるダンジョンの口へと歩を進めるのであった。焦がせる岩と猫耳の部屋。レコ耳を容赦なく踏みつぶす。マトックに装備を変えるんが正直なところめんどくさい。しかし踏みつぶす行為はめんどくささを乗り越える魅力。ルイージポジションとしては妹です。踏みつぶし攻撃を使わざるを得ない。武器を持ったやつが相手でもないのに使わざるを得ない。踏みつぶすために細かく装備変更。2体踏みつぶした。物騒な発言。この部屋もそろそろ終盤ですね。ちょっと早送りを挟む。宝箱解除。中身はパンで体力全開。上のブロックは無視してジャンプシューズで進むことにしたわ。ここまで順調ですね。下の敵に乗ってジャンプしたら進めるんかな。上の足場は相当高いですよ。ジャンプシューズを履かないと届かないと思いますが。いったれ。話聞いてる。ほら届かない。どう。わあ。言ったのに。お帰りなさい。落ちてどれぐらい戻ったん。ほぼスタートからです。うしや。なんであんな無茶したんです。これうちらはレトロフリークでやっとるし、途中セーブとかしてません。さっきんとこからやり直す手段はなんぼでもありません。もう一回さっきのところまで行ってください。戻すよー。クックック。というわけで戻ってまいりました。ジャンプシューズはすでに装備や。スーパージャン。いつ見てもリリルのジャンプは惚れ惚れするの。なんでも今度はスーパージャンプ台にも挑戦するって話だぞ。あいつならやるかもしれんな。では進みましょう。そうだな。敵を撃破。扉ブロックを鍵で開けて進みます。ジャンプできるところは踏みつぶして倒すんやで。十字架で全滅。右の鐘回収したかったけど届かない。そんなバカな。ジャンプシューズに履き替えるのはめんどくさかった様子。毒薬が消えるんを待つ。細かいですが大事。行きましょう。踏みつぶせん場所はじれったいの。その後のトックに変更。毒やん。急ぎすぎたか。最後のマトックラッシュやな。魔力が尽きるまで掘りまくれ。ゴールが見えた。クラウンはもう目の前ですよ。ほんまですがここから落とし穴をうまく抜けないといけません。こっから何回も落ちる。落ちるところを視聴者さんに見ていただくのですか。妹ステージの最後の山場やけどかいつまむか。そうしましょう。この辺りでジャンプのはずや。落とし穴の位置を覚えましょう。またさあかもうや。生きたで表情変えましょう。嬉しい。まだ表情固まってますよ。クラウンゲット。今回のボスも一瞬で終わらしたる。今回のボスから格段に強くなるので頑張ってください。聞いてへんで。何はともあれ行くで。ボスの弾が飛んでくるので注意です。ヤフダメージ20。でかくね。ダメージでかいです。1ダメージ体当たり20。ダメージ30。リリルおしゃかってしまいました。再チャレンジ。するもあっさり負け。ここで思い出しました。95円でシールドを買っていたことを。なんですぐ忘れるんでしょうか。ボスの弾が防げています。95円の価値はある。うわボスこちらに突っ込んできた。ジャンプに逃げる。安全な位置から攻撃。ボスの体力が無理無理減っていく。これはパターン入ったか。このままいただきます。やりましたね。安心してお家に帰れる。お土産もリュックにパンパンですよ。
持って帰るんは一瞬でワープや。持ってきた。母ちゃんにお土産いっぱいやで。メイヤ専用装備を2つ拾ってきました。最後のクラウンを取りに行くんは我が家族最強のウィザード。母ちゃんです。装備は全部専用アイテムで埋まる。まずは空を飛べるウィング。岩をこれでもかと弾き飛ばす音。魔力で扉の鍵を開けるキーステッキ。みんながダンジョンで拾ってきてくれました。行くで。まずはドラゴンの壁画の回廊まで行きましょう。いつものやつ。壁画到着。メイヤーステージは左下ですね。イルルがキーステッキ拾いにちょっとだけ入ったところやな。そうです。ロットに装備変更して岩を弾き飛ばしましょう。岩をめちゃめちゃ吹き飛ばすけん初見はビビった。跳ね返ってきた岩に当たるとメイヤー自身もダメージを受けてしまいます。ここはものすごく落下するところです。途中ではしごを外すとは。ダンジョン作ったやつは鬼ですね。父ちゃんステージの音楽。道中少しだけゼムンステージとか塗ります。ゼムンでは行けなかったルートを経由して母ちゃんステージ到着や。大量の施錠されたブロックはキーステッキを使います。あんだけ鍵集めるん無理じゃな。精神崩壊を起こします。精神攻撃か。ここは一度リリューで通った道。キーステッキ取りに来たな。メイヤーはさらに先に進むため別のルートを行きます。ここからは初見や。いやらしい位置に針山があるのでたびたびウィングを装備して空飛ぶ母ちゃんで進むんや。この辺りに隠し通路が。下をして調べましょう。あったあった。これを自力で見つけるのは相当困難だと思います。当時ドラゴンスレイヤーをクリアした人はどんな鋭い嗅覚しとるねん。そんなことを思いました。ここから長時間にわたるメイヤーによる単独ダンジョン探索です。攻撃は当然として浮遊や鍵開けなど MP 管理が難しく、魔力切れは絶対起こさないように探索する必要があります。言うとるそばから MP0 やで。あららら、これはいけませんね。我々ウィザードにあるまじき失態。マーさんはちゃんとせんとあかんで。天の助けか、宿屋の扉が。地下ダンジョン労働施設からの一時解放。2日続けて豪遊したい気分。キンキンに冷えてやがる。ありがてえ、涙が出る。染み込んできやがる、体に。装備は火炎でいいけんそのままで。まだまだ続く地下ダンジョン労働施設探索。得意の鍵開けで連なる扉もなんのその。壁には体当たりで情報収集。肉体派ウィザードは見事道を発見。ショップは特筆するものなし。高い柱も浮遊で解決。狩山地獄も浮遊で解決。常人では一歩進めない針山だが、ウィザードであればウィングでスイスイ越えていく。 MP もったいないけん細かく装備は変更するんやで。そういえば魔力が残り30程度。前のような魔力切れを起こさないよう注意してくださいね。ここの宿屋までには何とかする予定じゃ。途中で魔力切れを起こしたら狩山に囲まれてお釈迦確定ですので気をつけてください。任せとくのよ。とにかくすごい自信だ。徒歩で進める場所、今は助かりますね。 MP あと29。まあなんとかいけるやろ。この短い冬でも2ポイント消費。こんなところに穴が。これ知っとったら近道できたな。しょうがないです。先を急ぎましょう。宝箱ですか？近いしとっとく。鎧ゲット。ゼムンとロイアスが装備できますがメイヤには関係ないですね。お宝取ったし宿屋に急ぐわ。染み込んできやがる、体に。宿屋で焼き鳥とビール完全回復の母ちゃん。メイヤのイメージを落とそうとしている。宿屋での豪遊ぐらいは許せるべき。それはそうね。自分も豪遊したい。アルコールはちょっと。うちもや。ビールと焼き鳥のメイヤは見てみたい。それは見たいな。上にめっちゃある鍵のブロックの先を見てきたで。途中床に隠れている敵が点在し苦労しました。こいつやな。ダメージ25の強敵です。分かっとってもこっちから先制攻撃できんのよな。それが辛いです。先には宝箱。ジャンプシューズでした。残念やけど2個はいらんのよな。宝箱の中身も分かりましたし先に進もうか。下に顔を出している敵がいる。目の前は隠れとる敵がおる。こいつら先制攻撃やとなんか倒せんのよな。ダメージ受けた後だとあっさり倒せますが13ダメージは痛すぎるんよ。先にこちらが正体見つけたらノーダメージで倒したいです。なんかやり方あるんかもしれんけどな。わかる視聴者さんはぜひコメントで教えてください。教えてください。し
ばらくは空飛ぶ母ちゃんを披露するわ。細かくウィングの付け外しをしていますが、ずっと飛んで進めばよかったですね。この先のステージ構成まで覚えてへんかったけんな。一応丁寧に空飛ぶ母ちゃん。床も警戒していますが、今のところ敵が潜んでいる様子は見えないですね。こやつは顔出しとるし、こう振ってあげましょう。正体見えた途端弱いんよな。隠れている方が硬くなるんでしょうね。母ちゃんここでも一泊。体力が半分ぐらいまで減っていましたし、2日続けて豪遊。短時間で13まで体力減らされましたから。アバカム使ってどこまでもドアを連続破壊。宿屋ありますね。下段のどこまでもドアを全部壊したら豪遊しよう。労働の後にゴイルが待っていると思うと、作業もはかどる。そうか。闇に隠れとる敵の対処も厳しい。1ヒットダメージ8。敵のドット見えていますが、先制攻撃は無効。攻撃しても動き出すまで倒せんのよな。来ましたよ。どこまでもドア。アバカムパンチで全部破壊してやりましょう。敵は潜んでいやがった。ほんと邪魔ですよね。あれで最後か。メイヤサイドのアバカムパンチです。最後まで壊し尽くせ。ドアを過ぎて尺に触ったのよ。さささ、宿屋に急ぎましょう。さすがのウィザードもパンチしすぎて疲れたわ。ボス前にゴイルを挟み、ついでに装備変更するんや。これがないと動けへん。リング。ボス戦前に忘れたらあかん。シールド。あとはどないしようか。アバカムステッキはボスには不要ですし、ロットもいらんしな。念のためにエリクシャー。それで行きましょうか。リング使って宿から出る。隠れている敵からのダメージはやむなし。宝箱周りの敵をファイヤーで蹴散らして。クラウンデッドです。ここのボスはロックガイア。かなりの強敵です。できるだけ安全な位置から攻撃を心がけてください。了解したのよ。ちまちまやったる。シールドがあるので、ボスの弾は無効です。余裕や。ボスです。メイヤ、乗り出した半尾にダメージ40を2回。強っ。やべえ。手5倍ですね。エリクシャーがありますが、使っとる余裕ないね。シールド外せません。全然攻撃が通らん。ボスの弾でメイヤのファイヤーが相殺されているのでしょうか。攻撃したり引いたりして弾の隙を攻撃したいんじゃが。 MT26 使いましたが、ボスはノーダメージ。マジか。どうやったらわからないですか。様子を見て弾が途切れそうなタイミングを探しましょうか。どれが正解かわからんけど、とにかく何かをやってみるわ。それしかない。ダメージ入ってます。マジですか。パターン入った。おそらく。やりました。なんとか倒せたで。前半のダメージでどうなるかと思ったけど、よくわからないですが後半ダメージ通ってよかったですね。ほんまわからん。持ってきたわ。今回も長い旅でしたね。母ちゃん、クラウン拾ってきたで。鎧も拾いましたが、おそらく使わないでしょう。ただいま。すべてのクラウンは揃った。本当の戦いはこれからだ。ロイヤス兄ちゃん頼んだで。まずはロイヤスしか装備できないクラウン、ジャンプ力補強にジャンプシューズ、ドラゴンスレイヤー回収後帰るためのクリスタル。行くで。皆が集めてくれたクラウンを持って出発。期待に見事応えたいと思います。いつものドラゴンの壁画の海岸に到着。ジャンプシューズ使ってリルルステージから攻めるで。上のはしごですね。そうや。ジャンプシューズに装備変更。クラウンに持ち替えて進む。クラウンを装備した状態で、セリナ姫の肖像の下で十字キーの上を押すとワープします。ダンジョン内にセリナ姫の肖像はめっちゃあって、いい感じの順番にワープしたらドラゴンスレイヤーの場所にワープできるっちゅう寸法や。リルルで1回ドラゴンスレイヤーを見たけど、今回はロイヤスで取りに行くわけや。ジャンプ力がずば抜けているリルルですと簡単にたどり着けますが、ロイヤスで同じことはできません。ほなけんクラウンの出番やな。セリナ姫の肖像からワープできる場所を完全に把握して最短距離を進むで。まずは1回目のワープです。ドラゴンスレイヤーが見える位置にワープしました。ほなけどまだ取れん。こっから下に降りていくで。リルーと違って兄はジャンプ力がないので、一度降りると戻れません。確実に進みたいですね。兄より優れた妹など存在しない。はいはい。妹なら余裕で進めるので、兄でしたら軽く越えていきましょう。おうよ。ここも下ですね。ちょっと面倒なところまで来たで。ここの壁はリルルヤとジャンプで進めるけど、ロイヤスはジャンプシューズ履いても届かん。兄より優れた妹。敵の頭に乗ってジャンプせなあかんけど、こんな都合のええタイミングで敵が来ることは稀やったわ。その都合がいいタイミングが来ましたよ。来よった。これを直すわけにはいかん。もう何十分も失敗しています。
ダメージを受けてロイヤースの姿が見えない。見えてるじゃん。とにかくジャンプで届いたみたい。やったー。成功しましたが HP が残りわずかです。本当に気をつけて。このチャンスをものにするのよ。その1です。ワーク直後にダメージ。これは回避が難しい。痛い。 MP も残りわずか。無駄打ちできん。マジックポーションでもありがたい状況。ハイジャンプでも MP 使うけんな。左を押し続けて。忘れたら台無しのやつやで。当然ですが、マーさんは何度か忘れて落下しました。台無しやで。不用意に落ちてしまったのでジャンプシューズ。MP あって助かったわ。バーアーク。ドラゴンスレイヤー。ゲット。余韻に浸るモモノコはセレクトとスタート間違うた。閉まりませんね。クリスタルで地上へ帰還。一旦持ってきた。回復しましょう。ついにドラゴン戦。宿敵のあいつと決戦や。最後の装備画面です。絶対忘れたらあかん。ドラゴンスレイヤー。忘れたらあかん。使えるんかどうかは知らんが、エリクシャー。使いたい。マイキーとの思い出。ジャンプシューズ。グーニー頭痛関係ないですから。ドラゴンとの最終決戦への出発。倒してくるで。いつものドラゴン壁画へ向かう道。これで最後です。気を引き締めていきましょう。ドラゴン戦は万全で臨まざるを得ない。ドラゴン戦の道中でかなり被弾。万全で臨めんかった。うまくいかないものですね。金はある。休ませてくれ。これで万全。この宿屋はこのためにあったんか。そして装備画面へ。さっき最後って言ったのに。すいません。宿屋出てダメージ。ああもう。ドラゴンとは目と鼻の先ですが、万全に行かせてくれない。厳しいの。細かくダメージを刻んでいく。満タンで臨みたかったのに。さらにダメージ。とどまるところを知らない。てか壁画のマイキトルでどうやったらドラゴンと戦える？知りません。壁画の足元まで歩いてみては。やってみるわ。ここか。ここでした。ラスボスです。8。ダメージ10。先制攻撃とはなかなかやるの。ドラゴンの名はディルギオス。我らが王子様、ウィザードのラックによって倒され、地下の壁に封印されたが、復活してしまいました。復活した直後やけど、ロヤスによってほふられるわけさ。加工せい。余裕たっぷりじゃないですか。最終戦ですので、ノーカットでお届けいたします。頑張って。MP 消費を気にしなくても良いのは助かりますね。ほんまそれよ。ドラゴンスレイヤーからビームが出とるんかいな。D&D でそんな感じのハンマー投げる英雄がいましたね。ウルフガーかな。ウルフガーは魔法のハンマーで遠距離攻撃。ロイヤスは魔法の剣で遠距離攻撃。ドラゴンスレイヤーですよ。ドラゴンスレイヤーはもったいなって投擲できんもん。一理ある。ロイヤス、ドラゴンの頭部を狙い続ける。ドラゴンと戦うとなんか頭を狙ってしまう不思議や。ドラゴンの残り HP、ついに半分を超えた。もう少しです。やったるで。攻撃が当たるときとガードされるときの差がまだわからん。連続ヒット。調子いい。さらには燃える。ダメージ10。深追いした時に焼かれますね。HP はロイヤースがわずかに2と。焦らず確実に倒しましょう。心得た。わ。ダメージ10。心得たとは今のは許して。許す。ドラゴン HP 残り14。ヒット。さらにヒット。残り6。いよいよ最後が見えてきた。グノメや。勝ったな。あとよ。やったで。持ってきた。みんな待ってくれてたんですね。お家に帰ろうず。ポチもいた。バイバイ。結構長めに手振っとるな。それを言うのは野暮ってもんですよ。我々はひっそりと世界を救った英雄を見守りましょう。勉強になります。終わったな。終わりました。配役が出ていますよ。オーリア、ゼムン・オーゼン、リザード、メイヤー・オーゼン、レンジャー、ロヤス・オーゼン、エルフ、ビルル・オーゼン、エルフ。実際は皆と同じ人間だそうです。ビビるやん。ビルルは橋の下で拾ってきたんかと思ったわ。ほらほら、ポチ忘れてますよ。モンスター、ポチ。ドラスレファミリーだけですが、読み上げさせていただきました。エンディング、こっからめっちゃ長いん。そうなんですね。内緒流し続けるわけにもいかないですね。やっと早送り。エンディングを早送りするとは何事だ。クリアするまでに描いて惑ったドラゴンスレイヤー4。コロネよ、どうだった？子供の頃は難しすぎて手に負えんかったけど、今ならできるわけでもなく、攻略サイトさんのお世話にならんと
私では無理でした。ほなけど子供の頃に感じていた魅力の片鱗ぐらいは体験できたと思います。もしお時間や心に余裕あるようでしたら、ぜひとも自力ガチ攻略をおすすめしたいと思います。ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロナは四国メタンさん、ハーミー、メイメイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。した。